高橋留美子先生も絶賛コミカライズ版汎用の夜叉姫第1巻大好評発売中ということでね、発売されてからもうすぐ2ヶ月ぐらいですか、経つわけなんですが、確かそこまでね、ちゃんと動画で触れていなかったような気がしますので、今回この1巻の魅力をちょこっとだけね、話できたりすればなという感じでございます。まず、第1巻の主な概要のところなんですが、現在このコミカライズ版汎用の夜叉姫というのがですね、本誌サンデースーパーで第6話まで掲載しているわけなんだけど、単行本ではその中の3話までね、載っておりましたので、今回のその3話のところまでの話になってくるんですが、まず、おすすめポイントというか、もうここが全てな感じなところなんですけど、C の高橋先生の絵柄と完全にオリジナルのストーリーでございますわな。もちろんですね、ルミ子先生のものと変わってきますので、好み意見分かれるところだと思うんですが、僕はね、非常にいいなと思うところが、たくさんありまして、というのもですね、まずこの第1話に関してちょっと触れていきますと、令和の時代の学生としてね、過ごしているトワさんが戦国時代からやってきた三つ目上郎と戦いになり、時代樹を通って戦国時代へとね、連れて行かれてしまうというアニメ版を少しいじったかなと思われるぐらいの改編がね、行われているんですが、2話からはですね、ほんと全部違ってきます。トワがね、汎用だとか、殺生丸さん、千代屋だとかね、書いてはいけないところはもちろんアニメ通りにはなっているんですが、このストーリー展開とかですね、登場人物の生い立ちがいろいろ変更されているところがありまして、その中でもね、大きいところを挙げていきますと、やはりこのトワ刹那諸刃のね、生い立ちのところ、まずその、アニメ版の諸刃さんは、イニアシャカゴメが、殺生丸麒麟丸に襲われた際に逃がされた後は、養老族に育てられており、トワ刹那さんは、火事でね、バラバラになるまでは、邪剣の張った結界の山の中で暮らしておりましたので、この諸刃さんと刹那とは、違うところで、幼少期はね、過ごしていたんですが、漫画版の方ではですね、トワ刹那諸刃3人一緒に同じ屋敷で暮らしていたんですよね。で、これもですね、ただいたずらに変更されただけではなく、ここで追加要素として登場した妖怪無女というね、イニアシャでも出たキャラクターがいるんですが、こやつがですね、また、凛でも萌えママでもなく、トワの3人目の母親としてね、非常にいい活躍を見せてくる場面とかもありまして、ちゃんとその変更されたところがですね、アニメを見ていてもというか、アニメ版を知っているからこそ、面白く感じる部分あるのかなというところです。そして、ストーリーだけではなくですね、キャラクターたちもそのアニメよりテンションが上がっているというか、ある意味もう性格がね、変わっているんじゃないかと思えるぐらいの変化。これもですね、その椎名先生の作風によるものがね、大きかったりするとこではあるんだけども、それがね、よりそのキャラクターのね、気持ちが伝わってくるっていうね、シーンがありましたので、ちょっと話していきますと、まずはメイちゃんですよね。このメイさんがですね、もうほんとトワのことを、もはや愛しているのではないかというぐらいのね、勢いがありましたね。で、そんなね、好いているトワさんが急に、戦国時代に連れて行かれてしまったわけですので、これはですね、メイさんの中でも精神穏やかではないんだろうかっていうのがね、垣間見えましたり、あとはこのソータパパですわな。ソータさんもよりトワのことをね、思っているっていうのはもちろんなんですが、現代と戦国時代が繋がった時代時を見て、子供の頃を思い出すシーンがあるんですけど、そこで、ソータさんっていうのは小学生時代の頃ですね、戦国時代に憧れ、いつか僕も行きたいというね、思いがあったそうなんですよ。これはですね、僕も、思っていましたし、当時、イニアシャを見ていた人ならば、みんなですね、このイニアシャの世界に大小あれど、焦がれる気持ちあったと思いますし、そんなイニアシャの冒険の話を自身の姉カゴメからですね、聞いているわけですから、当時小学生のソータからしましたら、戦国時代へ期待する気持ちというものは、より凄まじいものだったことでしょうと。しかしですね、十数年の時を経て、自身が守るものを見つけ、パパとして成長したソータさんは、子供の頃に抱いていた思いを落ち着かせ、姪っ子であるモロハにね、トワを助けてあげてくれと思いを託すところもまた、非常に良かった部分かなというところです。そしてもう一つポイントを挙げていきますと、楓ばあちゃんと時代時の精霊、桔梗さんの姿をした時代時の精霊との開口ですわな。これもですね、アニメですと時代時の精霊っていうのは、夜叉姫と、殺生丸邪剣凛の前にはね、現れているんですが、姿を借りている、桔梗さんとゆかりのある人物とは会っていないのかなと思うんですよね。これはですね、そのイニアシャの方で桔梗さんとはね、ちゃんと別れを告げておりますので、再び引っかき回すなんてという気持ちもあるのかなと思うんですが、しかし、せっかくその桔梗さんの姿で登場しているならば何かしらね、関わり深いものとのね、話があってもいいんではないかなというね、思いもこれ両方ね、あるわけでございます。で、それをですね、漫画版ではですね、その桔梗の心は同じくないのかなというところなんですが、楓に対し、桔梗の
心おもんぱかっての行動がね、見て取れるシーンがありましたので、そんな時代樹の精霊が今後ですね、誰の前に現れ、何を話すのかというのもまた非常に漫画版楽しみなポイントかなという感じで、いろいろとね、言いたねにないところもありますが、コミカライズ版汎用の夜叉姫第1巻がね、発売されてるよという話でした。本当にですね、汎用の夜叉姫がそろそろ最終回を迎えてしまい終わってしまうのかなというところなんですけど、まだまだこの夜叉姫たちの新しい冒険が見たいっていう人にはですね、ぜひぜひおすすめではないのかなと思います。それでは、ありがとうございました。